ちは。 DJ& 社長をやらせていただいております過酸化水素水と申します。今日は浴衣に合わせたメイクアクセサリーの紹介をしたいと思います。それではどうぞ。日焼け止め&ベースに使用したのがビオレ UV 化粧下地 UV 皮脂テカリ防止です。これをこちらの透明な羊羹です。ファンデーションを塗るパフなんですけど、すごく衛生的ですし伸びが良くて少量で済むので、最近はこれで化粧下地を塗ってます。夏なので日焼け対策、あと化粧崩れを防ぎたいので顔全体的に塗りました。次に使用したのがフロフシさんのイオンデクッションカバータイプのライトベージュです。01顔全体というよりも顔の中心をメインに塗っていきました。シェーディングを入れずに真ん中だけ塗ることによって立体感が出るようにしました。次に使用したのがセザンヌ UV クリアフェイスパウダーラベンダーパール入りです。こちらは新商品なんですけど、プロフシさんを塗ったよりももっと真ん中、この辺りですね、この辺りを中心にパパパパパッと入れました。小鼻の横のとこなんですけど、こちらのお色がラベンダーになっているので赤みを抑えることができます。そして日焼け止めの成分も入っているのでとてもおすすめです。キャンメイクパーフェクトスタイリストアイズの15番です。去年の夏にリリースされたものなんですけど、12345色入っているんですけど、本当はベーススタイルラインという形で塗るものらしいんですけど、まずアイホールの全体的に一番明るいベースという色を塗っていきました。立体感が出ます。眼球をなぞるように塗っていくと、はいここ眼球ですよみたいな発色が増すので、しっかり塗るのをおすすめします。こちらのスタイル2のオレンジ色、これは上まぶたと下まぶたに軽くのせていきました。上まぶたにのせたのは全体的なんですけど、トップの部分により濃いめに塗りました。次にスタイル1のすごく綺麗なブルーなんですけど、ちょっとメリハリをつけたかったので、この髪飾りの色に合わせたかったので、ピューみたいな目尻にまず色を置いて、そっからグラデーションでぼかしていく感じでつけさせていただきました。最後にライナーのこのブラウン下まぶたの端っこのところにちょんちょんちょんと置いて立体感を出しました。薄く本当にちょっとだけつけてササ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 サってやることによってメリハリが出ます。アイライナーもキャンメイクさんのクリーミータッチライナーアイラインとして使いました。私は石灰ラインが好きなので全体的にちょっとだけ跳ね上げるようにで、その後に目頭まで持ってきてちょこっとだけ今回丸めにしたいという欲が出てしまったので、真ん中をちょっとだけ濃くして、そして石灰ラインまでつなげました。セザンヌさんのボリュームコームマスカラブラックです。最近私がドハマりしているんですけど、ほいコームがとても優秀でして、私の理想的なコームになっております。これは上まつげには塗らなくて下まつげだけに塗りました。にじみにくくてまつげをすごくセパレートしてくれます。セパレートさせたくてより綺麗に見せたくて落ちにくいマスカラを探している人にはおすすめです。ブラックしかないのがちょっと残念なんですけど、次に使用したのがキャンメイクグロフルールハイライターの01番。私はお祭りの時期になるととても屋台のものが美味しくて仕方がないので、酒が進むと言いますか、お酒を飲むともののけ姫の酸みたいに赤くなってしまうんですよ。なのでハイライトを入れて赤くならないようにしました。これはなるべく控えめに鼻筋のところ、こことこことここと、あとここの C ゾーンですね、入れました。キャンメイクグローフルールチークス03番です。いつもだったらこの目尻のところに置くんですけど、今回は髪を下ろしているので見えるか見えないかギリギリのところに丸く円を描くように入れて、あとは紙で隠してチラチラさせる感じにしました。つけまつげに使用したのはミッシュブルーミンアイラッシュナンバー3ピュア
スイートつけまつげ4ペア入りグルーは付属しておりませんです。私はあまりバサバサしたまつげが好きじゃないっていうのと、あと浴衣なのでなるべくおしとやかに控えめにということで、ビッシュブルーミンさんの03番を使用させていただきました。すごくナチュラルでつけてるかつけてないかわかんないぐらいなので、アットコスメさん第1位納得です。まつげのグルーに使用したのは D アップさんのつけまつげグルーです。私結構いろんなところで使わせてもらってるんですけど、お直しに使ってもすごくいいですし、本当に取れてきません。おすすめです。リップに使用したのはイヴ・サンローランさんのボリプテティントインバーム7番フラットミーコーラルです。リップに使用したのはコーラルなんですけど、中心がピンクのティントになっているので、食べたり飲んだりしても血色感が落ちることはあまりないです。唇もすごく潤いますし、美味しい味がするんです。本当に美味しい味がするんで、皆さんぜひ店頭で味わってみてください。ちなみにこれエイビングサービスで私の名前を打っちゃいました。落としたらすぐわかるように。今回の動画いかがだったでしょうか。メイクのポイントは、浴衣に映える夏祭りに合うような涼しげなメイクを心がけました。コーディネートのポイントとしては、着ている浴衣に合わせた色だとかアクセサリーに合わせたりとかポイントです。ちなみに角は花みりんさんという作家さんのアイテムです。パッチンで留めるタイプなので、すごく簡単につけることができて、鈴がついてるのですごく楽しいですあと帯留めは私が運営している橋本商事というブランドで制作しております。夏頃に販売予定です。足首につけているレッグハーネス、こちらも実は橋本商事の商品です。実はこの浴衣、高校生の頃に買ってずっと大事に何年も着ているものです。なかなかこういう柄がないと思うんで、皆さんもぜひお気に入りの浴衣を見つけて夏をエンジョイしてください。私が浴衣の着付けを紹介している動画もリリースされますので、夏を楽しみたい、浴衣を楽しみたい方はぜひそちらもご覧いただければと思います。もし参考になった方はチャンネル登録と他の動画も見てください。ありがとうございました。